今週の IOG 地経学インサイトは、地経学研究所研究員補兼デジタルコミュニケーションオフィサーの石川祐介さんに、9月30日に総選挙が行われたスロバキア、そして今週末、10月15日に総選挙を控えるポーランドに焦点を当て、中央ヨーロッパの政治情勢についてお伺いしたいと思います。聞き手は、私、地経学研究所ジュニアリサーチアシスタントの原田ゆりが務めます。石川さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。9月30日に投開票が行われたスロバキア総選挙では、ウクライナへの軍事支援停止を主張したフィツォ元首相率いる政党、スメルが第一党となりましたが、この結果についてどのように捉えていますか？はい、ありがとうございます。選挙前の世論調査では、政党スメルが第一党になることが予想されていました。投票終了直後の出口調査では、リベラル派の親 EU 派政党、プログレッシブスロバキアの勝利予測が速報で報道されていましたが、実際には選挙前の世論調査に近い結果になりました。フィッツォ元首相率いるスメルが第一党、親 EU 派のプログレッシブスロバキアは当初の予測より少し差をつけられる形で第二党に終わり、前回の選挙で勝利した汚職撲滅を公約に掲げた政党、普通の人々、独立した人たちは第4位に終わりました。スメルと親しい極右政党とハンガリー政府が応援していたハンガリー系少数民族による政党は、政党乱立を避けるために一定の得票率、スロバキアの場合は 5% になりますけど、その得票率がないと議席を獲得できないという規定をクリアすることができずに、それぞれ議席獲得には至らないという結果になりました。スメルが第一党になった理由について少しだけ考察させていただきますと、大きな理由はインフレだというふうに考えています。EU の中で際立ってインフレが深刻なハンガリー、ここは20% ほどのインフレが続いているんですけど、そこほどではないものの、スロバキアもインフレ率は 11% と EU の加盟国の平均を超えた2桁レベルの増加が続いていまして、国民生活の影響が非常に大きなものとなっています。現在は、強化制度を導入することでウクライナとの合意が取れてはいるものの、9月中旬には、欧州委員会が中東5カ国を対象に認めていたウクライナ産穀物の輸出規制を打ち切ったことを受けまして、ポーランドやハンガリーと一緒になって、スロバキア政府も市場への過度な介入を防がなければいけないということで、独自の金融政策を継続することを一時表明していたこともありました。このような中でスメルが食料価格やエネルギーコストの改善を主張したことは、有権者にとって非常に魅力的なものに移ったんだというふうに考えています。ただしですね、スロバキアでは、財政赤字が進んでいるということもありますので、実際にどの程度国民の負担を減らすことができるのかということは、今後、政権にとって難しいタスクになってくるのではないかなというふうに思っています。あとはですね、スメルが第一党になったとは言ってもですね、スロバキアでは比例代表の要素が非常に強いこともありまして、獲得した議席は150議席中40議席にとどまっています。したがって他の政党と連立を組む必要がありますので、現時点では盤石な体制とは言えないというふうに思います。実際にですね、選挙直後からスメルに連立交渉が始まっていまして、今週の火曜日の夜頃から、ポリティカやロイター通信などにおいて、親ロシア派で愛国主義の、SNS という政党に加えて、スメルからの分離政党、声という政党があるんですけど、こちらも、連立を組むという意向を示したとの報道がなされています。スメルからの分離政党はやや EU 寄りの政党ですので、実際には政党間で一定の妥協しながら政治を進めていくというところが今のところ可能性の高いシナリオかなというふうに考えています。ありがとうございます。冒頭に選挙後の出口調査と実際の結果が異なっていたとおっしゃっていましたが、この理由についてはどのような分析がなされているのでしょうか？ありがとうございます。一つの理由ということで、お話しさせていただきますと、一つは、出口調査の、調査員がリベラル寄りだというふうに、スメルの有権者が判断して、それを理由に彼らが投票先を明かさなかったという可能性が指摘されています。フィツォ元首相は、ウクライナへの軍事支援を停止し、人道支援などの最低限の支援に留める姿勢を示すだけでなく、ロシアへの制裁についても効果が乏しいとして見直しを主張しています。ウクライナ戦争への影響についてはいかがでしょうか？そうですね。結論から、申し上げますと、戦争に与える軍事的な影響は小さいというふうに思っています。
軍事支援については現実問題としてスロバキアには軍事支援ができるほどの、装備品の在庫が残っていないという指摘が多くなされていますし、そもそもポーランドとドイツといった隣国と比較しますと、スロバキアの軍事力は小さいですので、軍事支援が停止されたとしても戦況に与える影響は小さいというふうに考えています。一方でですね、フィート政権が成立した場合、彼がどこまでそのロシア発の、プロパガンダやそのハンガリーのオルバン政権などが、近年取っている言動にどこまで同調するかということは注意していく必要があるというふうに考えています。選挙期間中には、戦争の要因や解決策について、非ナチ化発言をはじめとしたロシア寄りの発言、より強く言えばロシアのプロパガンダに基づく発言もなされていました。彼が政権を発足した後に、こうしたナラティブを引き続き用いていくのかという点は注意深く見守っていく必要があるというふうに、思います。また、その対ロシア制裁への反対や即時停戦といった点は、これまでハンガリーのオルバン首長が主張してきたことです。ことで、これは欧州の政治的な結束を妨げてきたというふうに考えています。欧州市民の間で最近支援疲れといったところや、関心の低下というところが指摘されている中で、政治レベルの結束を維持することができるのかという点ですね。個人的には先ほど申し上げましたように、実際にはやや、穏健な形でスロバキア政治が落ち着くのではないかというふうに、見てはいますけど、実際にどうなるか。これは EU の結束を維持するのか、それともオルバンの首相に同調していくのかというところはしばらく、様子を見ていく必要があるのかなというふうに思っています。ありがとうございます。次の質問に移りたいと思います。最初の質問ではスロバキアの選挙について振り返りましたが、中央ヨーロッパでの選挙という点では、スロバキア以外にもポーランドで今週末10月15日に選挙が行われます。現在のポーランド総選挙の情勢をどのように見ていますか？また注目点は何でしょうか？はい、ありがとうございます。注目点については3点挙げたいというふうに思います。1点目はその激戦を繰り広げている与党の、法と正義と最大野党の市民プラットフォームのどちらが勝利するかということです。野党の法と正義は、2015年から2期にわたって政権を維持し続けているものの、司法の独立への介入。最近ではロシアの影響を受けて国の安全保障を損なう決定をした、政治家や、裁判官を交渉から追放するという法案を提出して、国内外から多くの批判を受けています。報道の自由の制限や性的マイノリティに対する抑圧といった問題も抱えています。それに対して、その新 EU 派の野党、市民プラットフォームは、国民を分断させる強権政治を終わらせなければならないといったことを述べておりまして、そういった意味では今回の選挙は、そのポーランドが今後も民主主義を維持できるかというところの、分水嶺となるのではないのでしょうか。そこでですね、最近の、世論調査を見ていますと、与党の、支持率が 38%、で、野党の支持率が現在 30% ほどと、やや野党が差は詰めてはいるんですけど、依然として与党のリードが、報じられています。このことを踏まえますと、与党が首位になる確率が今のところ高いというふうに思っていますけど、10月4日には、首都ワルシャワにおいて政府に対する大規模な、デモも行われました。なので、最終的にどちらが、勝利するかということについて注目していきたいというふうに思っています。またですね、それと同じくらい鍵になってくるのは、その第一党となった政党が単独で政権を維持できるのか。もしできなかった場合は、その極右政党がどれくらい議席を獲得するかということに、注目したいというふうに思っています。近年ですね、ポーランドにおいては政治に不満を持つ若者、特に、若い男性の間で急速に、減税と福祉国家の縮小を訴えている極右政党、同盟への支持が広がっていまして、最近の世論調査では 10% 近い支持を得ています。今回の選挙は先ほど申し上げましたように、与党と野党、最大野党の間で接戦が繰り広げられていまして、単独で政権を維持できない可能性というのも指摘されています。正確に言いますと、法と正義は、単独政権の実質の可能性はまだ残ってはいますけど、市民プラットフォームは、第一党になったとしても単独で自立できる可能性は限りなく低いというふうな分析がなされています。しかし、先ほどもお話しました、極右政党同盟はいずれの政党とも連立を組む姿勢を示していないですので、第一党となった政権が単独で政権を維持できなかった場合は、その政権は少数派政権となり、同盟との連携は連立ではなく政策ごとの連携にとどまる可能性があります。その意味では、民主主義の行方に加えて、ウクライナ戦争でこれまで以上に重要なポジションにあるポーランドが、どの程度安定的なものになるかという点は、注目していく必要があると思っています。最後に、外交面から、選挙後のウクライナとの関係改善という点も注目点に挙げておきたいというふうに思っています。最近のポーランドと、ウクライナ両政府は、穀物問題をめぐり、非常に対立が深まっています。法と正義は、農村を支持基盤にしている保守政党でありまして、
ウクライナからの、穀物輸入の自由化、大きな打撃になります。でポーランドは、スロバキアやハンガリーとは異なって、歴史的に、ロシアに対する警戒感が強いですので、そういった意味では、ロシアに触れる可能性は基本的にはないというふうに思っていますが、ウクライナとの関係は常に良好だったというわけでは決してないですので、今後、ポーランドがウクライナと、どの程度、戦争開始直後のような緊密な関係を築くことが、できるか、維持続けることができるかということは、一つの、注目点だというふうに思っています。石川さん、ありがとうございました。本日の IOG 地形学インサイトは以上です。この YouTube チャンネルにて定期的に配信を行っていきますので、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。